Do you support his? I do. You support his? Charlie Kirk. You support Charlie Kirk being Yes, I do. on the day he died. You're here at a vigil Yep. for Charlie Kirk, and you support his death. Do you support a Nazi? No, I don't support a Nazi. Charlie Kirk wasn't a Nazi. you Support don't it. follow his- You support his shooter. Yep, sure do. Free him. You support Charlie Kirk's shooter. Sure do. He does all a favor. Would you shoot somebody like Charlie Kirk? I would have killed myself. You would have killed him yourself. Okay. 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、DC コミックスからの話題になります。この件はね、以前も取り上げているんですが、この DC がですね、レッドフードの脚本家として、トランスジェンダーの活動家作家を雇ったとして、これ大変物議を醸したんですね。もうこの人物はですね、非常に攻撃性が高く、その発言があまりにも暴力的なため、もうたびたび炎上してきた人物でした。なんですが今回この DC コミックスがチャーリー・カークの事件を受けまして、この作家を解雇したというんですね。そしてこの作家が担当していましたレッドフード、すべてキャンセルになりました。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。皆さんこちら覚えてますか？以前ね、こちらの動画で取り上げました。この方ね、トランスジェンダーの作家グレッチェン・フェルカー・マーティンと言いますが、 DC にね、レッドフードの脚本家として雇用されたんですね。なんですがこの人物はですね、もう極左の活動家と言われるぐらい非常に攻撃的な発言を重ねる人物でして、これはファンの間でも大変問題視されていたんですね。でこの話題から2ヶ月ほど経つんですが、なんと今回この DC がグレッチェン・フェルカー・マーティンを解雇したというんです。でちょっとね、ここに至るまでの話を一旦整理いたしますが、こちらですね、先日ですね、大変痛ましい事件がありました。保守系の活動家として知られておりますチャーリー・カークがそのイベント中に銃撃を受けて亡くなりました。そしてですね、以前の動画でも少し触れたんですが、左派界隈、これね、本当に大喜びしてるんですよ。これマジですよ。誇張なしで祝杯を上げているというような状態で、さらにはですね、それを隠そうともせずに様々な動画を投稿し、インタビューを受ければ当たり前のように犯人を擁護し、それを称賛するんですね。ということはですよ、皆さんお目覚め SNS として知られておりますブルースカイがどうなるかわかるでしょ。もうちょっとね、にわかに信じられないとは思いますが、これ本当にお祭り騒ぎとなりました。彼らはブルースカイでチャーリー・カークの事件を盛んに祝っている。人々はファシストが嫌いなんだ。ここね、レストインピースではないですよ、これ。レストインピース。つまりは正面の中で眠れと。あいつはで当然のクズだ。でもどうせ生き延びたんだろ、残念ながら。言うだろ、悪はなずって。保守派が一人片付いた。まだまだこれからだ。でこの他にもですね、こちらもそうですし、こちらもそうですね、様々な投稿がね、スクショされて X で紹介されていると。でこれを受けまして、こちらね、マーク・カーン氏が伝えてくれているんですが、ブルースカイはチャーリー・カークに関するヘイト投稿を取り締まっていて、これね、モデレーターが入ったようですね。あまりにもひどいんで、目覚めた連中は彼のを祝えないことに怒っている。そしてここですよ。この件について不満を述べるスレッドをスクエア・エニックスのファイナルファンタジー14英語ローカライズ責任者ケイト・クイナーがリポストしていた。ということでね、こちらではね、カークについて投稿して赤番になっているぞと、こういう話をしてるんですね。そしてこの下は、ここからね、大量離脱する時が来たと。すごいですね。X から移行し、ブルースカイももうダメだと。どこかに移住先ありませんかと聞いています。ね、このブルースカイというのは、それがね、使いやすくて使ってるわけではないんだ。彼らは、ただイーロン・マスクが嫌いだからそこにいるだけなんだと、このように言われるんですが、これあながち間違ってないようですね。でこれをね、ここケイトとありますが、FF のローカライズ責任者がリポストしているということで、皆さんですね、もうお気づきかと思いますが、この目覚めに目覚めきったゲーム業界、現在ですね、様々な AAA タイトルの関係者がこのチャーリー・カークの事件を嘲笑しています。これね、今日ちょっと本題とずれるんで取り扱いませんが、もう皆さんが知ってるタイトルもね、入ってます。もしかしたらこのね、機会があればまとめるかもしれません。今日はね、ちょっと DC の話題なんでね。と、このようにですね、現在このね、ブルースカイというのは本当にひどい状態となっておりまして、そんな中、当然そこに参加しているのがこちらだったんですよ。保守系活動家チャーリー・カークがユタバレー大学でされたという悲劇的事件は、アメリカ社会に深刻な亀裂を浮き彫りにし、政治、文化両面で激しい論争を巻き起こしている。今回の事件は、政治的暴力への懸念を高めただけでなく、このような悲劇にしばしば伴う過激な言説にも注目を集めている。特に作家であり、DC コミックスの寄稿者でもあるグレッチェン・フェルカー・マーティンが発した物議を醸すコメントは、大きな注目を集め、言論の自由の限界や公的発言の倫理をめぐる議論にさらに火をつける結果となっている。じゃあね、一体この人何を言ったのか、同じくマーク・カーン氏がね、スクショ上げてくれているんですが、お前なんかに思いやりも祈りもないよ。このナチの、ここね、B とあります。
ナチのビート。そしてこちら、チャーリー・カークなんかに当たっちゃって、弾丸の方が無事だといいな。ということで皆さんこれ、DC コミックスの脚本家ですよ。信じられます？ただの無名なブルースカイユーザーではありません。で、こちらのね、グレッチェン・フェルカー・マーティン、以前もお伝えしましたが、この人物はトランスジェンダーの作家です。そしてね、こちらにありますが、マンハント。この小説で大変有名になったんですね。で、この人はですね、当然 JK ローリングのことが大嫌いですから、この小説の中に JK ローリングの騎士団というのを登場させて燃やしてみたり、JK ローリングの首をリタイと言ってみたり、911の一件ではツインタワーを破壊した側に同情してみたりね。非常に問題のある発言といいますか、ほとんど何かしらの予備軍ですよね。このように見られてもおかしくないんじゃないかなと思いますが、こういった発言でたびたび炎上し、場合によっては謝罪にも追い込まれてきました。こういうのを何度も繰り返しているんですね。で、実際本人がね、この本をこのように宣伝しています。私の小説マンハントを読んでみて、これはトランス女性がトランス読者のために書いた作品よ。トランスの大工が、これレズビアンですね。が恋に落ちて、ターフを露したり、野生化した男たちが荒野を徘徊したり、JK ローリングがガリ、そんな感じの話ですと。そして先ほどありました、ブルースカイのね、アカウントが続々と停止されてしまっているという中で、このグレッチェンさん、こちらそのアカウントになるんですが、アカウントが停止されました。なんですがですよ、これで終わるわけがないんですね。先ほどの発言というのはバッチリスクショが取られておりまして、ここ見てください。DC のアカウント。ね。よりによってスーパーマンのポストですよ。全然関係ありません。これが最新のポストだったんですね。ここに凸られることになります。こちら見てください。ね。うわーっとこれみんなが押し寄せるんですよ。すごいでしょ。もうね、一面のグレッチェン。すごいことになってるんですよ。もうこれ大炎上したんですね。こんな感じです。すごいでしょ。ほら、まだまだ続きます。こんな感じでね。そして今回、このようになりました。作家がチャーリー・カークの事件を公然とマックスしたことを受け、DC は新作レッドフードシリーズを即座にキャンセル。ということでこちらですね、マークスとあります。こちらが本日のキーワードになります。マーク。ということでこちらね、以前も見ましたが、再度ね、見ていきましょうね。誰かを笑うこと。多くの場合、面白いが、不親切なやり方で相手の真似をすること。ということでこちらね、マークというのは、嘲笑するという意味になります。これね、映画でもよく出てくるワードですね。からかったり、バカにすること。これをモックというんですね。で、これにはね、もう一つ別の意味がありまして、こちらですね。本物のように見える、人工的、または偽造されたもの。ということで、このね、モックというのは、皆さんよくね、スマホの展示品で、ホットモックとかコールドモックって聞いたことありませんか？あれつまりはダミーのことなんですが、これね、モックって言うでしょ？あれは、このね、嘲笑するというのは、相手のモノマネをして、バカにすることで嘲笑する。こういったニュアンスなんですよ。で、ダミーの方も同じです。これね、真似するから来てるんですね。つまりダミー。だからこのダミー品のこともモックというわけです。ということでこちらは、作家がチャーリー・カークの事件を公然と嘲笑したことを受け、DC は新作、レッドフードシリーズを即座にキャンセル。カークの事件が起きてからわずか数時間の間に、フェルカー・マーティンは、レッドフードの単独シリーズが立ち上がる前に、自ら台無しにすることになった。事件から1時間以内に自身のブルースカイアカウントで、レッドフードボリューム2のライターであるフェルカー・マーティンは、このニュースに対しこう断言した。それが先ほどのやつですね、こちら。チャーリー・カークなんかに当たっちゃって、タワの方が無事だといいねと。フェルカー・マーティンの投稿は、アカウントが公式に停止されたことで、素早く削除されたものの、彼女のメインストリームでのコミック作家としてのキャリアには、すでに致命的な損害が生じていた。その日の夜遅く、コミック書店には DC からメッセージが届き、レッドフードボリューム2が正式にキャンセルされたことが通知されていた。しかも第1号が店頭に並んだまさにその当日である。さらに DC は残っている在庫だけでなく、すでに販売済みの分に対してもクレジットでの全額返金を提供すると告知した。ということでですね、先ほどね、スーパーマンのリプに散々とつられてはいましたけど、もうその日の夜遅くですね、小売店の方にね、DC が通知を出しまして、なんとですね、このレッドフードボリューム2、キャンセルになりました。で、さらにそれだけではありません。すでに納品してしまったボリューム2に関しては、返してもらって構いませんと、全額返金で対応しますと、このように連絡したというんです。これも態度としては完全にこちらの落ち度です。こういうことですよね。そしてね、これまだ続きがあるんですよ。ポップバースのグレーム・マクミランが公開した内容によると、DC コミックスは、レッドフードボリューム2第2号と第3号の既存注文を全てキャンセルし、さらにシリーズの今後の全ての号の注文も取り消す。また、レッドフードボリューム2第1号については、すでに販売されていた分も含め、請求済みの全てのコピーに対し、小売店にクレジットを発行するとのこと。ということで、すでにね、納品されている第1号については、全て返金します。そして今後のね、第2号、第3号、現在発注されている分は、全てキャンセルします。
ということで、このレッドフードボリューム2はシリーズとして事実上中止になりました。このチンチクリンのこのポスト一つでですよ。すごいでしょ。ある意味ね、ここに来て DC 筋を通したなというような感じですよね。そもそもこんなの雇うなと散々言われていたんですが、最後の最後でね、一応筋は通したと。何よりね、レッドフードを待っていた人にとっては、これたまらないと思いますよ。だから本当にね、こういう人を雇うというのは、もうね、リスクしかないということですよ。本当に。で、一応ね、今回の件に関しては、名前は出してないんですね。マクミランから本のキャンセルの理由について具体的な説明を求められた際、DC は詳細を明かすことも、フェルカー・マーティンの名前を出すことも避けた。その代わり、DC のソーシャルメディアポリシーに関する問題を理由として挙げ、次のような声明を出している。DC コミックスでは、クリエイターやコミュニティを何よりも大切にし、個々の個人的見解を平和的に表明する権利を尊重しています。ここがポイントですね。平和的に主張する分には何ら問題ないと。しかし、敵意や暴力を助長すると受け取られかねない投稿や公的コメントは DC の行動規範とは一致しません。ということで DC は今回ね、このキャンセルの理由を、その原因となる、その名前は出していないものの、これほぼそのまま言っちゃってると。こういったわけなんですね。こちらね、マッカーさんがそれを伝えています。漫画やビデオゲームで、どうしてこれほどまで多くの人が、こういった事件を公然と喜ぶようになったのでしょうか。これじゃ納得できない。DC は、誰が、なぜなのかを言わずに曖昧な言葉でごまかしているだけだ。絶対に逃がすな。そもそもこの人はどうやってこの仕事を得ることができたのか。こんなに憎しみに満ちた人間なのに、こんな人たちを我慢するのはもう終わりだ。彼らには当然の報いがある。この人もね、なんで DC に雇われたんだろうと。よくやった DC。よく言った。チャーリー・カークの事件を祝っているこの下劣なゴミどもを一人残らず追及する必要がある。全員を暴露し、このような輩が続出するのを防がなければならない。こういった人たちは自分たちのことを主流派だと思い込んでいて、自分と反対の意見を持つ人間の害を応援するのは許されると勘違いしている。タイムラインが今、解雇される人たちのニュースで埋まっているのがその証拠だ。自分たちは絶対に傷つけられることのない存在だと錯覚していたんだ。はい、ということで本日はですね、以前 DC に雇用されましたトランスジェンダーの作家が、その過激な発言から DC から解雇、さらにはそのシリーズが全てキャンセルになったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いや、先ほどもね、X にありましたが、そもそもなんで雇われたんだって話ですよ。つまりね、以前の動画でも少し話したかもしれませんが、こういった過激派が当たり前のように称賛されていたというのが、やっぱりどうかしていたんじゃないかなと思いますよ。だからこそ、ああいった事件が起きる土壌ができてしまったんでしょう。見てください、ここ。作家、ロクサーヌ・ゲイは、戦後のクイア文化で、最も影響のある作品25選の一つに選んだ。2024年10月、映画監督のリリー・ウォシャースキーが、これマトリックスの監督ですね。が、フェルカー・マーティンと共に、マンハントをテレビシリーズ化すると発表した。ということで、先ほども X にありましたが、こういった人たちというのは自分たちはね、触れられない存在なんだと。何をやっても OK。その罰を受けることはないと思っているということですね。だからあれだけの発言をしておきながら、このようにね、称賛され、ウォシャースキーにテレビシリーズ化まで持ちかけられるわけですから、それは勘違いもしますよね。だから今回に関しては、このチャーリー・カークの事件をきっかけに、キャンセルされることになりましたが、本来であれば遠の昔に、こうなっていてもおかしくない人だったのかもしれませんよね。これについてはぜひね、皆さんのご意見も聞かせてください。そしてもしかしたらですね、これと同様の件で、今、様々なゲーム関係者というのがやり玉に上がっています。もしかしたらね、これについては、また動画出てくるかもしれません。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。